満員御礼で終わった2010東京オートサロン。今年のブキッチョ挑戦企画はここから始まった。はい、皆さん明けましておめでとうございます。2010年ですよ。いよいよ2010年でもですね、僕の失敗をみんなで笑うコーナーが続くらしいです。まさかこの会場で DIY なんてやるわけないと思うんですけど、ちょっと簡単にドリフト天国のブースに飾ってる車紹介しようと思います。はい、まず紹介するのはですね、こちらの14シルビア、ミツルパワーさんの14シルビア。このシルビアの何がすごいかと言いますとね、これなんですけど、カスタムカー用語で言うとですね、なんつうんですか、スクラッチなんちゃらとか言うんですよ。でもこれ違うんですよ。刷毛塗りした後でキャンディーを塗っただけだから、いわゆるこれは筆の跡なんですよね。下手くそなら下手くそなほど味が出るというこの木目、こういう感じでですね、刷毛塗りなんかはですね、僕もできるんじゃないかなと思ってやってみようかな。これ刷毛塗り。続いては着陸クレスター2010。これは個人が作ってる車だけどすごいっすよ。見てください。これグラインダータトゥーっていうんですけど、鉄板の字にグラインダーでウィーンウィーンってこう芸術的な文様を描いた上にクリアを塗ってるんですね。どっかで見たことないですか。2009年全日本学生ドリフト選手権の東西統一チャンピオン石橋洋次郎君の車に他ならないじゃありませんか。本人が来てます。ちょっと紹介しましょう。こんにちは。その後どうですか。車かっこいいですね。ありがとうございます。ボロボロだったんですよね。そうですね。この当時はね、かなり大破してましたね。こんなにピカピカになって大津さんの会場がまた似合うこと。ドリシャのワインなんですけど、こういったベンツのフォーグとかをつけて、かなりラグジュアリーな雰囲気を出すようにしてあります。はい。S クラスです。これは何？これはもう純正です。純正なんだってこれ。そうです。いろいろ見せてもらったんですけど、ドリフトもですね、どんどん車かっこよくなってきた。だけどね、みんながかっこよくなってきたんだから、もう1ランク、アップさせるためにですね、さっきの石橋君のバンパーみたいにね、純正バンパーでもちょっと工夫して小技メイキングみたいな感じをしていったらいいかなと思って、大津さんの会場を見てヒントをもらいながら、自分好みにやってみるっていうのが今回の DIY らしいっすよ。はい。オートサロンでインスパイアされ、早速カスタムに取り掛かる川崎であったがですね、僕ちょっとオートサロンでいろんなものもらったみたいでインフルエンザ気味なんですよね。気味なんですけど、ちょっと熱があるんですけど、今日も頑張って、決してインフルエンザじゃないと思うんですけど、頑張っていこうと思います。朝まで挑戦企画、純正バンパーカスタム編。早速なんですが、ここに取り出しましたる中古のバンパー、これを使って何をするかというとですよ、皆さん見てください。R32 スカイラインの2ドアですよね。ここにバックランプが巨大にくっついてるわけですよ。なんかこれがすげえかっこ悪いんじゃないかなと常日頃から考えていた僕はですね、これを埋めてちょっとだけナンバーが出てるようにしたらかっこいいんじゃないか、個性が出るんじゃないかと思って、この中古バンパーを用意したわけですよ。何しろですね、いきなりこれでやって失敗したら大変じゃないですか。なのでまずこれを加工してうまくできたら付けるという感じで、今日の手順はここを埋める、あとこのなんかちょっとダサっぽいスカイリネーみたいに書いてあるやつを埋めて、スムージングですね、いわゆるをやってみようかなと。はい、簡単でしょこんなの。この純正バンパーがどう仕上がるか。必要な道具は基本的にはパテと紙やすり、脱脂用品だけで OK。はい、やり方はですね、このバンパー横ここを埋めたいんですから、もうこれ取れる部品ですから、ここを埋めるわけですよね。ご存知のように純正バンパーっていうのはこうくにゃくにゃ弾力性がある素材なんで、なんかアルミとかでやったら割れちゃいそうな気がしますよね。なので同じようなこういう材質を持ってきて、ここに貼り付けてパテで埋めて成形っていう風にやったら一番いいのかもしれないですけど、めんどくさいですから、このランプをつけたまま埋め込んでしまおうと、この上にパテを塗ってしたら同じじゃないですかね。
パテは柔軟性のある高級なバンパー用を使用。ダッシュや汚れ落としにはお手軽専用シートを使う。まずはパテ埋め前の下地作りから。パテを盛る部分を他の面よりも低くするために100番のサンドペーパーでガンガン削っていく。足つけ程度ではなく削り取るぐらいのイメージでこする。仮に削らずにパテを盛るとその分もっこりしてしまう。これを防ぐためにパテを盛る部分はあらかじめ低くしておいて、そこにパテを埋め面を出すのだ。時間のかかる作業なのでサンダーでガンガン進めていく。手で削る場合も当て木があればより楽に削れるぞ。パテ埋め部分とその周りを全て削れば土台は完成。あとは汚れを落として脱脂すれば下準備完了。お次はメインイベント、パテ埋め作業。まずはきれいなトレーの上にパテを出し、硬化剤と指定の分量で混ぜ合わせる。この時塗り広げるようにすると手早く混ぜられるぞ。バンパーの平らな面をスムージングするときはパテを薄く引き伸ばしながら塗り広げていく。多少のデコボコは後から削るので問題なし。神経質にいじくりすぎるとかえって汚くなるぞ。見えてますよね、間違いなくこんなとこも埋まらないでこんなとこが埋まるんでしょうかすげえ不安です。この段差、プロに任す工賃が高いとか言うじゃん。全然高くないから。自分でやったらちまっちま金かかってこんなのやるのに3万円ぐらいかかっちゃいましたよとかって、バンパー変えたよっていう話になりますよね絶対。バックランプのレンズの固定にはホットボンドを使う。バンパーとの間の隙間を埋めるように流し込んでいくと、ここで川崎がひらめいた。ホットボンドを削ろう、たくさん持って。少しでもパテの使用量を減らすためレンズ面のかさ上げにホットボンドを使うナイスアイディア。その気になってどんどん持っていくが、こんなボコボコで大丈夫か。ほんとね、またね文句くるよこれ。そんなそんなやり方なくないっすかとかって言われるよ。全く動きません。完璧です。もう半永久的に固まりました。これを熱で溶かしてノーってやれば全部埋まってパテのはちょっとしかし喜んだのもつかの間。試しにサンダーで余分な部分を削ってみると、摩擦の熱で溶けたホットボンドがバンパーにこびりつき、無駄に作業を増やす結果に。ホットボンドはやはりウインカーの固定のみに使って、表面はあくまでパテがちゃんといた方がいいですよ。まあどうせこの比較的にすっげーっていう風にならないんだろ。俺はもう今日が始まった時から読めているんだよ。仕方なくかさ上げ作戦を諦めて素直にパテを盛ることに。いくよ。全部中入ったこれこれだって全然表面まで来てないんだからね。どこを目標に平らにしていけばいいのか全くわからないねなんとなくパテは乗ったが、面を出すにはまだまだ足りない。今塗ったのが乾くのを待って削って塗り直すことに。ここまでで早くもお天道様は夕焼け色。